はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、今日皆さんにご紹介したいのはこちら。じゃじゃん、極上竹スプーンです。竹スプーンってね、世の中にたくさんあるんですけれど、竹虎にはね、こうやって職人が一本一本手削りで綺麗に仕上げた極上の竹スプーンというシリーズがあります。これ見てください。この厚み。竹ってね、この表皮に近づくほどものすごく強いんですよ。その理由はね、ここに小さな穴が見えてますか。これ異管束っていうんですけど、この異管束はね、表皮に近づくほどやっぱり密集してるんですよ。で、この表皮が強いんですけど、この表皮部分にできるだけ近くを使うように薄くこれね、表皮を磨いて、この磨きも美しいでしょ。綺麗に磨いて、かまぼこ状の皮を非常にね、太く耐久性あるんですよ。首のあたりもね、肉厚がしっかりしてて、こうほんとね、なんか混ぜたりだとかすくったりだとか本当に丈夫な、竹ってもともと丈夫な素材ではあるんですが、頼りがいのある台所ではね、うちなんかでも僕もなくてはならないスプーンの一本なんですが、一つだけこれ前からどうにかならないかなと思っていたところがあって、それがねこれなんですよ。持った感じもいいし、彼でもね、毎日僕ヨーグルト食べるんですけど、このヨーグルトなんかを食べる時もすごく役には立つんですけれど、実はね、こういった容器あるじゃないですか。容器あった時もう食べてしまいますよね。こうやって美味しいな美味しいなとこう食べますよね。食べた後下に残るじゃないですか。カレーでもヨーグルトでも残ったやつをこそげってこうやってやりますよね、皆さん。その時にやはりこの皿の部分の厚み、ここが若干厚いんですよ。竹なのでね、なかなかここを薄くしづらいということで肉厚で残ってしまってるんですが、それがいい部分もあるんですよ。混ぜたりするときね、納豆なんか混ぜるときに結構この厚みがあった方がしっかりしてて、混ぜやすかったりするんですけれど、それが逆にね、この竹スプーンのこの厚みがあって取りづらいんですよ。取りづらいんです。そこでですよ、僕が毎日使うスプーンなんでね、この厚みを極限までちょっと薄くしたいなって思ったんです。で、試作したのがこちらなんです。こちらとこちらね、あんまりね、見た目全然変わらないように思うんですけど、この肉厚とこの肉厚ってわからないですかね。これがね、全然薄さ違うんですよ。ここの部分、この周りの部分の肉厚をですね、これちょっと厚みがあるんですけど、ここの部分だけの肉厚をこうっとのけていったんです。そうしたらここ薄くなって、薄くなると何がいいかというと、こうやって美味しいとやりやすい。もう全然ね、この肉厚のやつとはもう全く使い方が違います。ただですね、こうやって薄くするのはいいんだけど、薄くするとちょっと何が問題かというと、竹の場合はね、縦に繊維が走ってますから、で縦に割れやすくなるんですよ。割れやすくなるんですよ。いくらやっぱり丈夫なとこ使ってるといってもね、やっぱりこうやって割れやすくなる。で、この割れないギリギリの線を見極めながら、でもその使い心地っていうのはやっぱり妥協したくないよと。できるだけその強度を残したまま、この部分の使い心地できるだけ薄くして作ったのがこちらなんです。でね、こちらまた何が改良したかっていうと、これ随分違うんですけど、さっき最初に持ちやすいって言いましたよね。この持ち手が太くて持ちやすいって言ったんですけど、実はね、もちろん僕たちみたいな男性の方、特にその手の大きい方とかも全然これ問題ないんですけど、女性の方、男性の方でもやっぱりね、この軸が細い方が細かい操作ってやっぱりしやすいんですよ。今回は皿の部分を極限まで薄くすると同時に、この持ち手かなり細くしました。かなりスリムに。そうすると何がいいかというと、操作しやすいんですよ。持ちやすいんです。扱いやすいんですよ、細い方が。でもうこれだけの強度あれば、竹って丈夫なんで、もう全然強度的に全然大丈夫ですから。もちろんこれに比べたらそれはあれですけど、全然これだけあれば強度大丈夫なんでね、こんな細さにしたんですよ。で、皆さん、ここで終わりと思ったら大間違いです。さらにですよ、もう一段階やろうということで、もう一回やりました。で、これね、何かというとね、これ確かに皿の部分ええんやけど、これすぐった時のね、容量、
もうちょっと欲しいなと思ったんですよ。極限まで広げれないかなと思ったんですよ。竹ってね、なかなか大きなもの作りにくいんですよ。やっぱり直径が決まってるんで、木材みたいにこんなね、角材みたいなものがないので、中が空洞じゃないですか。空洞なので、この横のこの厚みの部分だけで作らないかんので、そんな大きなね、製品ってできないんですよ。でも、このお皿を極限まで薄くして、で、持ち手もできるだけ操作性がいいように細くして、で、さらに、このお皿部分をできるだけ幅広にしようと思って作ったのがこちらです。ちょっと若干違うでしょ。若干こっちの方が幅広いでしょ。こっちの方がね。完成しました、皆さん。まさにですね、竹虎4代目が考える、竹虎4代目が毎日使いたい竹スプーンです。これだとね、ほんとね、皆さん。もうカレーでもヨーグルトでも何でも、最後まできれいに食することができます。はい、ということで今日はですね、最新式の4代目が毎日使いたい竹スプーンと、今までの極上竹スプーン、こちらをですね、ヨーグルトを食べ比べて使い心地を比べてみたいなというふうに思ってます。さあどうかな。これね、たくさんあったらもうどんなスプーンで食べても同じなんですよ。最後に少なくなって残ったやつをこそげる時にどうだという話なんで、両方のねヨーグルトの量をねちょっと調整して少なくしました。でちょっと食べ比べてみたいと思いますが、こうなった時にこれ見てください。竹の厚みがあるのでこそげにくいんですよ。こそげにくいんですよ。縁のやつとかそこに残った部分がね、竹虎4代目が毎日使いたい竹スプーンはですね、その点ですよ。やっぱ全然違う。いやこれね、皆さんさっきこれ使ってこうやってこれ使いますやんか。もう全然違います。もう瞬間に違う。全然違う。このこそげやすさ、そこにやっぱ皆さん残るじゃないですか。これもったいないからやっぱ当然こうやってこそげるよね。全然違います。全然違う。いやほんとすごいよこれ。この横部分が薄くないとこの底に残ったの取りにくいんですよ。ほらこうやった時に全然違うこれ。やっぱ作ってよかった。ほんと作ってよかったですわ。まさにね、竹虎4代目が毎日使いたい竹スプーンですよ。でしかもね、これやっぱりね、これ持ちが随分違うんでね、この細いのを扱うのとちょっと太いのを扱うのと、特にやっぱりこうやって容器が小さければ小さいほどやっぱりこの操作性とかっていうことで、女性の方なんかね、ちょっとこれ大きいかもしれないですね。こっちの方が全然圧倒的に使いやすいと思います。いやこんなこと言ったらこの竹虎4代目が毎日使いたいの方ばっかり売れるかもしれんけどね。けど実際やっぱ全然違う。もうほんとね、やっぱスプーンって縁によって集め方が全然違ってくるんですよね。今回はね、この極上竹スプーン、この極上竹スプーンも非常によくできていて、輸入の竹スプーンなんかっていうのもたくさんあるし、で国産で作ってるスプーンでもいろんなものがあるんですけど、極上竹スプーンかなりよくできていて美しくて素晴らしいスプーンなんですけど、さらにその上を行く竹虎4代目が毎日使いたい竹スプーン、これね、もしかして究極それぐらい最終形と言ってもいいぐらいのすごい竹スプーンができました。ノーバンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。